32ギガ、64ギガ、128ギガ、256ギガ。書き込み速度に読み込み速度 V30 に60に90。 SD カードむずすぎやろ。はい、ということで皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね SD カードの選び方、完全保存版をねやっていきたいと思います。はい、来ました。皆さんね、カメラ選びとかレンズ選びとかもう嫌というほどね、もうたくさんねこのチャンネルでもね動画見ていただいてると思うんですけれども、 SD カード選び皆さん理解できていますか？僕はね、最近までそこまでね詳しくは理解できていませんでした。今回この動画をね作るにあたってもうめちゃくちゃ勉強してきました。もういろんなねこう動画とか海外の動画とかね、各ホームページを見漁ってね、たくさんね SD カードについて学んだので、そのね、ちょっと知識といいますか、たくさんね、分かったことをね皆さんにね1個もうまとめて、共有していきたいなというふうに思っております。カードの出しっぱはね良くないので、1回ねケースにしまっていきたいと思います。ということで早速やっていきたいと思うんですけれども、 SD カードを選ぶ際にまず重要なポイントとしては3つあります。この3つをしっかりと覚えることが大事です。1つ目は物理的なサイズですね。もうこれはカードの種類になってきます。どのサイズ、どの SD カード種類になるのかっていうのが大事です。そして2つ目はスピードです。 SD カードが読み込み書き込み速度、それぞれどのような速度で書き込んでいくことができるのか、そういったこの速度っていうのがすごく重要になってきます。そして3つ目が容量ですね。これも一見多ければ多いというふうにね思いがちではあると思うんですけど、選び方にもねコツがあったりとか、これぐらいの容量がおすすめですとか、これぐらいの容量が適していますっていうのもねあったりしますので、その辺もねしっかりとね紹介していけたらなというふうに思います。それではまずは物理的なサイズ、形状のねところから皆さんにねご紹介をしていきたいなというふうに思います。まずね、最も皆さんが一番ね親しみのある SD カードといえばこちらなんじゃないでしょうか。これがね一般的な従来のね SD カードと呼ばれるカードサイズというふうになっていますと。でこれの他にもアクションカメラとか小型カメラで使用されるようなマイクロ SD という風なものがあったりしますし、最近では CF エクスプレスと呼ばれるこのようなねちょっとまた違ったタイプ A のね小さいものであったりとか、こちらのような CF エクスプレスタイプ B のねバージョンのものがあったりしますと。この CF エクスプレスはね一つのまとめとして紹介するんですが、マイクロ SD、SD、CF エクスプレス、このね3つのね、ものがね今回はね重要として覚えておいてほしいなと思います。でこの中で自分のカメラにねどういった SD カードが必要なのかっていうのは、購入する前にねしっかりとね公式ページとかにね、載っていますので、それをねちゃんと見てみてください。例えばね、僕が使っているこの α7-4 とかにね対応しているメモリーカードをね見てみるとですね、記録媒体が SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード、CF エクスプレスタイプ A カードという風になっています。ややこしいよね。でもこれはですね、簡単に言うと SD カードとタイプ A のエクスプレスカードが入るといったところになります。なのでこのね7-4にはこのね、まず SD カードが1枚入りますと。でさらにこのね CF エクスプレスタイプ A のカードも1枚でさらに入ると。なので2枚入るといった形になっています。なので皆さんが購入する予定のカメラとか、実際にね持っているカメラでちゃんとねこの公式ページでどういったカードに対応しているのかっていうのをしっかりとね検索して調べておくことが大事になっています。そして続いて2つ目のスピードというところですね。読み込み書き込みの速さっていうところにね着目していきたいなというふうに思うんですけれども、まず見るべきはですね、このね SD カード全てにおいて大体ね表記が1つ書いてあるんですけれども、それが MB-S みたいな、これねメガバイトパーセカンドって呼ばれるね、1秒間にどれぐらいの容量を転送させるかっていうような指標をね表したものになっているんですよね。でさらにですね、細かいんですけど R と W の方もあってですね、でこの R の方がロード、いわゆる読み込み速度ですね。でこの W の方がライト、書き込み速度の方になります。すごいややこしいよね。このロード、読み込みの方に関しては SD カードから PC に転送する時の速度になります。で一方このライト、書き込みの方に関してはカメラからこの SD カード、このデータに書き込んでいくっていうような速度になってきます。なので例えば連写をするとか、速度がね撮影時にね重視されるようなシーンでは、このねライト、書き込みの方がねすごく重要になってくるんですよ。で実際にねこの SD の表面を見てみると、メガバイトパーセカンドの横に数字が書いてるんですね。例えば300メガであったりとか、 CF エクスプレスであれば950とか、タイプ B であれば1900とか1950とか、その数字が書かれているんですよ。でこの数字が高ければ高いほど、大きければ大きいほど、速度っていうのは速くなってきます。なのでこの SD カードは300メガパーセカンドっていう風になっているので、1秒間に300メガ書き込み読み込みができるという風なものになっているというわけですね。でそしてですね、少しだけ踏み込んだ話をしたいんですけれども、連写撮影皆さんされますか？写真を撮るときにこのように
はい、こういう風にね撮影して連写をねすることが多いかと思うんですけれども、連写をされる方はね特にね大事な話をさせてください。カメラにはバッファと呼ばれるものが存在します。これはですね SD カードがカメラに入って写真を撮ったら SD カードに直接行くと思いますよね。違うんですよ。これね一旦バッファを経由してから SD カードたちに書き込まれていくんですね。例としてね少し見てみてください。これね秒間10個までね、連写した時のね場合になるんですけれども、500メガバイトパーセカンドをね1秒間に取るとしたら、記録カードが300メガバイトパーセカンドであれば200追いつかないんですよね。なのでその差分っていうのがバッファに200溜まっていくわけになるんですよ。でこれがね1秒だけじゃなくて3秒とかになっていくと、その3倍でカメラでは1500メガバイト取ることになって、でそうなると SD カードは3秒間に900メガしか書き込み読み込みすることができないので、バッファのね容量もパンパンになってこう連写が止まってしまうといったことになるんです。カメラのねバッファの速度と容量っていうのは、一般的にはね多分公開されてはいないんですけれども、ハイエンドなこう連写の特化したようなカメラとかではそのねバッファの容量とかも大きいんじゃないかというふうに言われてるみたいですね。なのでカメラのね性能にもよってはくるんですけれども、しっかりとねこう SD カードを速いものを使ってあげて、バッファがねこう溜まりすぎないようにしてあげないと連写撮影っていうのはねやっぱこう止まってしまったりとか、こう書き込みにねエラーが出てしまったりするリスクになってしまうので、その辺はね特にね連写で撮影する方はねぜひね覚えておいてもらえたらなと思います。という感じで連写撮影をするときにねちょっと注意点をお伝えしたんですけれども、次は動画撮影です。動画もね SD カードでちゃんといろいろと変わってくるので絶対覚えておいてください。まずね、最近の SD カードに関しては V なんたらっていうね表記が書かれております。僕がね持ってる SD カードは V60 とか V90、V30 のものも持っていますと、大体この3つのね指標があったりするんですが、この V 何の V か分かりますか？そう、ビデオの V です。この V は動画撮影時の最低保証速度っていうものを表す値になってるんですね。この V60 であれば最低で秒間60メガバイトのこう速度を維持しますよ、保証しますよっていう風な値になっています。もうご存知の方も多いと思うんですが、動画っていうのは連続的に記録していくものですよね。なので最低のね保証速度っていうのがね大事になってくるみたいなんですね。めちゃくちゃ簡単に言うと、動画っていうのは画像の集合体なわけですよ。例えばこの動画は今24フレームっていうね 24p、フレームレートで撮っているので、1秒間に24枚の画像がこうつながってこう収録できて、それが流れているから動画として動き物として見れているわけですよっていう風な形になっているので、このね V なんたらっていうね動画の指標っていうのもすごく大切になってきます。ソニーのねカメラをお使いの方でこのような表記出たことある方いませんか？僕めちゃめちゃ昔あったんですよ。鬱陶しいなと思ってたんですけど、これねめちゃくちゃ大事な警告やったはい、これは XAVCSI オールイントラって呼ばれるね、記録の時に 42210 ビット 4K60 フレームだと、よりねこう高画質、より高精度にねこう動画を記録しようとして設定した時にね出る警告になってるんですね。ちょっとね今回 FX3 のね、表を見てみたいと思います。ソニーのねシネマカメラで僕も今実際にこのね動画を撮影している FX3 のね使用表を見てみたいと思うんですけれども、このような形という風になっています。僕は基本的にね XAVC HS4K の方でね撮影をするので V60 以上があれば必要ということがね分かるし、ここぞという時にもう本当に広告を撮るとかより綺麗に撮りたい時はこの XAVC-SI の方を使うんですよね。でこの I っていうのは600メガってなってると思うんですけど、これぐらいね1秒間に取り込むことになるので、こういった場合はもう V90 は当たり前で CF エクスプレスのタイプ A とかよりね速いものが必要になってくるといった形になるんですよ。なので自分のカメラがどの SD カード規格に対応していて動画撮影するときはこれぐらいのビットレートなんですよっていうのがね、一応ねちゃんとカメラメーカーさんね使用表にしてくれているので、一応ね見ておきましょう。はい。でそして次速度に関してねもう少しお話ししたいことがあります。 UHS-1 か2です。はい、これね聞いたことあるんじゃないですか。 UHS-2 とか僕ちょっとカッコつけてこれは UHS-2 に対応してるんでとか言ったことあると思うんですよね。これねすごいね気になってた方多いんじゃないかなというふうに思います。これに関しては SD カードの裏面を見ていただければそこに答えはありますと。この SD カードのこのね電子接点というかね、なんていうかね、このゴールドの部分が1行なら UHS-1、2行なら UHS-2 と、このようなねそれぞれの仕様になっておりますと。一応ちなみに表の面にも UHS-2 とか1とかっていうのは一応ね記載されていたりはします。
でこの UHS-1 とか2っていうのは何が違うのかっていうと、これも単純に速度なんですよ。速度が違ってきますと、これはそもそも規格としての話になってくるんですけど、 UHS-1 っていうのは最大で104メガバイトパーセカンド、 UHS-2 っていうのは最大312メガバイトパーセカンドという風になっているんですね。でこれはね結構いろんなトラップがありまして、例えば UHS-2 の SD カードをカメラに入れたとしても、カメラが UHS-1 にしか対応しないとか、そういったことがあるわけですよ。僕もね今後ろにある富士フィルムの X100VI とか、僕が持ってるライカの M10 とか、そういったカメラも UHS-2 の SD カードを使うことはできるんだけど、速度は UHS-1 までしか対応しませんよみたいなことがあったりするんですよね。なので実質 V30 までしか対応しないとか、そういったことにもなってくるので、もう本当にねもうややこしすぎるぐらいねいろんな企画があるんですけれども、とりあえず早ければ早いものを使ったとしても、カメラっていうのはカメラが対応してないと実際にねスロットっていうのがうまく機能しないとかもあったりするので、その辺もねぜひよかったら頭にね入れるだけでも入れておいてもらえたらなというふうに思います。でちなみに価格が安いのは圧倒的にこっちです。こっちの方が断然安いっていうのも覚えておきましょう。というわけで皆さん、続いては容量ですね。ストレージの話をしていきたいなというふうに思います。もうこれはねめちゃくちゃ簡単だと思います。それぞれですね、もうこのギガバイトと書いておりますよね。こんな感じで、これだったら64、128、256、512と、これは倍の数で増えていくんですけど、これが容量という風な話ですね。で他にもねこっちに 32GB があったりとか、512のね倍のもう 1TB とか、そういったね SD カードもね一応存在はしております。で余談にはなるんですけど、 SD と SDXC と SDHC とかね言ってたと思うんですけれども、これもね簡単な違いです。これはもう容量です。 SD は128メガから 2GB の規格になっています。でそこよりも少し大きい 4GB から 32GB のものの SD は SDHC というね規格になっていますと。でそこからさらに 64GB から 2TB の規格に関しては SDXC と呼ばれるね SD の規格になっていて、でもうここからちょっともう別世界の 2TB から 128TB の SD っていうのも存在するみたいなんですよ。でこれに関しては SDUC という風なね規格になっています。容量でこの SD の名前が変わってくるという風になっていて、カメラの使用表を見るとこのね SD と SDHC と SDXC に対応しますっていうものがね確認できると思いますので、これでねちょっとね点と点がねつながってきたんじゃないかなと思います。ということで、それらを踏まえた上で僕なりのおすすめの容量っていうのをねちょっとね、皆さんにお話しできればなというふうに思います。まずは JPEG で写真とかを撮る方、写真というのは JPEG と RAW っていうものがあって、RAW の方が後処理を前提とするから編集をする前提なので情報量が多いんですよ。 JPEG だったらより軽いデータで RAW ほどは編集できないんだけど、手軽にね扱えるという感じになってるんですが、この JPEG だけで撮影をする場合とか、そういった方は32とか 64GB でも全然十分だと思います。特に写真はね全然64ぐらいあれば、一旦ね全然問題なく撮れるんじゃないかなと思いますね。でそして写真撮影で JPEG も RAW 写真も両方とも残すよ、そして動画撮影もしますよみたいな方は 128GB ぐらいはあった方がね安心するんじゃないかなというふうに思います。で僕のようにガンガン動画撮りますよと、動画撮影たくさんしますよっていう方は128はもうマスト絶対必要で、256GB ぐらいあるとねやっぱ安心だよねっていう風に、なるかなという風に思います。さっきも言ってたオールイントラ XAVC-SI4K の60フレームとかで撮ると 128GB あっても90分とかしかねもう撮れなかったりするんですよ、動画撮影とかだったらね。なので高品質な映像を撮るときに 128GB って結構少ないし、容量が短いからさ撮影機会を逃すって結構さ悲しいことじゃないですか。なので動画をねゴリゴリ撮っていく方はやっぱ256ぐらいはねやった方がいいんじゃないかなと僕は思いますね。ただこれすごい難しいのが、じゃあ容量が512とか256とか大きければ大きいほどいいのかってなるとまたちょっと話は別だと思っていて、例えば128を分散させるっていうのも僕はありだと思うんですよ。というのもやっぱりね SD カードっていうのは紛失とか破損のリスクがあるので、1枚しか持っていないっていうのはそれはそれでリスクだと思うんですね。なので128の2枚に分散をさせるっていうのも大事だと思うし、こういったね最近のカメラはねスロット SD カードのスロットが2つついてるものもあったりするので、2枚同時に入れて2枚とも記録させていくこともできたりとか、リレー記録って呼ばれるね1が埋まったら2に記録していくっていうこともできたりするので、分散っていうのもねやっぱり僕は大事かなというふうに思いますね。僕のベストは128の2枚持ちとか、256と64だけ持っておくとかね、なんかそういったようなね工夫っていうのもやっておくとすごくいいんじゃないかなというふうに僕は思います。
ということで皆さんここまでいかがでしょうか。もうね、本当に暗号のような話がね、たくさんあったかと思うんですけれども、でもね、ちょっと僕の編集とかがね、加わってね、ある程度は見やすくなってるんじゃないかなと、理解しやすくなってるんじゃないかなというふうには思っております。ということで、ここからはですね、これら3つのね、ポイントを考慮した僕の用途別のおすすめ SD カードをね、ここからは紹介していけたらなというふうに思います。もう今ね、Amazon とかネットショッピングでね、SD カードを検索するともうめちゃくちゃ出てくるんですよ。すごいね、難しいと思うので、ちょっと僕がね、結構メーカーとかを絞って紹介していこうかなと思ってます。で、ちなみに家電量販店で SD カードを買うのはもう結構僕はやめた方がいいと思います。もう実際にね、ちょっと名前は出さないけど、こうショップに行くと有名なね、カメラショップというか、大きい電気屋さんとか行くと、もう SD カードの値段マジで高い。これちょっとね、高すぎると思う。最近はちょっとマシになったんかな。いやでも最近行ったけど、高かったよ。絶対ね、これはもうネットでいいと思う。Amazon でいいと思う、僕は。そんな僕はトラブルあんま起きたことないし、SD カードはそもそも消耗品なんで、何十年も使うようなものではないので、僕的にはね、もうずっと、ってかもうほぼネットでしか買わないんですけど、全然僕は経験値からするとおすすめはできます。ということで僕が安心して使用できるね SD カードをご紹介していきたいと思うんですが、最近ですねこのようにねネクストレージさんのね SD カードをめちゃめちゃ使用させていただいております。で今回ね本当に大変ありがたいことにねネクストレージさんにもねこの動画をちょっとサポートしていただいております。なのでちょっとね PR を含んだ形にはなるんですけれども、もう僕が普段から愛用していますし、僕が全くね問題なく信頼できるメーカーさんになるので、これはね本当に本心でお勧めできていますので、そこはねご理解いただいた上でちょっとね紹介させていただければと思っています。皆さんネクストレージってそもそもご存知でしょうか。実は2019年にソニーから独立をしたメーカーさんなんですよね。主にメモリーカードとか、SD カード、カードリーダーとか、そういったものをね販売しているメーカーさんなんですけど、日本国内で設計開発をね行っている、そんなねメーカーさんという風になっています。でそして何といっても安心だなというふうに思ってるのが、ネクストレージさんにはメモリーカードのファイルレスキューサポートっていうのがあるんですよね。これすごくね大事なことなんで覚えておいてほしいんですけれども、もしね皆さんがネクストレージさんのカードを使っていてうまくね、読み出しとかができなくなった場合とか、あるいはこう誤ってデータを消してしまった場合とか、そういった時にこう復旧するねソフトウェアっていうのがあったりするんですよね。これめちゃめちゃ安心ですよね。で僕も1回だけねこうデータがね破損してしまった時があるんですけど、もう破損してしまうともちろんね回復はねできる可能性っていうのはあるんですけど、これが 100% できるものではないと、そこはね絶対覚えておきましょう。こういったねサービスがあったとしても 100% 全てが戻るっていうわけではないので、あくまで事故を起こさないっていうことが何よりも大事になると、そこはねぜひね絶対覚えた上でこういったねところもねご理解いただければと思います。という感じで、そんなね、ネクストレージさんのね、サポートもしてもらいつつ、ただですね、他のメーカーのね、カードも紹介するっていうことはね、事前にお伝えしているので、そこら辺はね、意外と忖度なしでね、フラットで皆さんにご紹介していきたらなというふうに思っています。ではね、大変お待たせしました。ここからね、用途別のね、SD カード紹介になるんですけれども、まずはもう JPEG の写真撮影とかで、もう趣味程度でね、カメラをね、こう楽しむっていう方に、一つね、おすすめの SD カードがこちらですね。もう一旦とりあえずね、安くて安心したい方はね、このカードでいいんじゃないかなと思っています。サンディスクさんと呼ばれるねカードで、もう V30 で速度はねもう90メガしかないです。そんなめっちゃ速いわけではないけど、64ギガあって、JPEG の写真撮影とかそういった時にはもう全然不満なく全然使えるかなというふうに思います。もう少し安いのもあるんだけど、サンディスクさんぐらいのねこうネームバリューがあれば、安心してね使えるんじゃないかなというふうに思って、僕はねこれをご紹介させていただきました。でそしてですね、ローの写真を撮りつつ動画もたまに撮るよっていうような形はこちらのねカードがおすすめですね。ちょっとこれ 512GB のモデルなんですが、128GB とかでも全然正直いいかなというふうに思っています。これは V90 ではなく V60 のモデルになっていて、動画撮影でオールイントラでねバンバン撮るとかちょっと向かないんですけれども、写真のねローと JPEG のね両方のね写真撮影をねバンバン撮っていくことも全然できると思うし、であと価格がね結構安いんで、1万円ぐらいをね切れる価格になっているので、一旦ねそれなりのねカードが欲しい方はねこれがいっちゃんおすすめかな。迷ったらこれを買いましょう。でそしてですね、ローの写真で連写をしたりとか動画撮影でオールイントラとかをね記録していきたいよっていう方にはこのねシリーズになってきますと、こちらプロシリーズになっていますと、でこれは読み込み書き込み両方とも 300MB/s ほどあるといったところになるので、それこそね FX3 とかよりねちゃんといいカメラをお持ちの方はやっぱりね V90 の UHS-2 がね僕は、カメラの性能を生かすのであればこれがね非常におすすめかなと思います。であとちなみにこのねプログレードさん
んのね、カードっていうのもあったりもするんですよ。プログレードのこのゴールドの方が V60 で、銀色のシルバーの方が、V90 のモデルという風になっていますと。で、プログレードさんのね V90 よりもネクストレジさんのね V90 の方が一応ね価格も安いし、書き込み速度もネクストレジさんの方が速いというね状態になっていますので、僕プログレードさんのね SD カードも実際今の収録にも使ってたりとか、僕128の方もねたくさん持ってはいるんですけれども、どっちがいい悪いとかはないんだけど、安いからね、ネクストレジさんの方で全然いいんじゃないかなっていうのは思っております。そしてここからちょっとね、ハイエンドなね、カードたちになってくるんですけれども、これはね、もうほぼソニーのカメラでしかね、今見ることがないんですけれども、FX3 とか α7S3 とか FX6 とかもかな。これね、めちゃくちゃね、いいですよ。僕もね、これ、あんまりね、普段使ってなかったんですけど、ちょっとご提供いただきまして使ってるんですけど、マジで世界変わる。ほんまにめっちゃ速い。何十ギガとか100ギガバイトのものであったとしても、もう PC に転送するときね、もう1分2分とかでマジで終わるんですよ。もうめちゃくちゃ速いんで、これはね、すごい革命的だと思います。で、CF タイプ A に関しては、ソニーもね、純正でタフっていうですね、シリーズを出してはいるんですけど、もうめちゃめちゃ高いので、もうめちゃくちゃ高いんで、CF のタイプ A はマジでもうネクストレジさん一択かなと思ってますんで、ソニーユーザーの方、ぜひよかったら使ってみてください。はい。で、そして続いてがこちらですね。CF エクスプレスタイプ B というカードになっておりますと、これがね、もう今最強だと思う。このメディアを使えるカメラ最高です。ぐらいめちゃくちゃいいんですよね。で、ネクストレジさんね、簡単に分けるとね、2つぐらいね、一応展開されていてですね、この B2 Pro、B1 Pro っていうのがあって、この B2 Pro の速度はマジでバケモンです。もうえぐつないぐらい速い。というのも、先日ね、僕この動画を出して、これね、ソニーのね、シネマカメラ全機種比較っていうようなね、動画を出したんですよ。で、ここでブラーノというね、ソニーのシネアルタのね、400万円ぐらいするようなカメラを扱って、で、このカメラが CF エクスプレスタイプ B に対応しているんですよね。で、その日もですね、僕も 200GB ぐらいはね、簡単に取っちゃったんですよね。で、そういった中で CF エクスプレスタイプ B を使うと、もうデータの転送もめちゃくちゃ速いし、もちろん現場でね、書き込み、読み込みがね、止まるっていうことも一切なかったので、よりハイエンドな動画撮影っていうのは、もうこの CF エクスプレスタイプ B っていうのがね、もうめちゃくちゃ役に立ちます。で、もちろんですね、例えばニコンのね、カメラをお使いの方、Z カメラをね、お使いの方とかも CF エクスプレスタイプ B を使われてる方多いかと思います。ニコンといえば連写速度がかなり速かったりとかね、Z8、Z9 とかそういったカメラでドワーッと撮っていくような方とかは、このようなね CF のタイプ B っていうのがすごく役にね立つんじゃないかなと思います。この CF のタイプ B に関してはもう値段がねやっぱ高くはなってくるんで、よりねちょっとでもこの SD カードと違いを知りたいっていう方はもう B1 Pro でもいいと思います。はい、B1 Pro で、330GB のモデルなんかであれば、4万円弱ぐらいで購入することができます。高いけどね。高いんだけど、ただね、これ一回体験してほしいんですよ。もうめちゃくちゃ速いから、もうびっくりする。もう SD カードとはもう別物です。ほんまにめちゃくちゃ速いから、これすごいんで、感動すると思うんで、1個あるとね、めちゃくちゃね、もうこれやめられなくなるんじゃないかなと思います。で、もちろんタイプ B に関してもね、SD カードではないので、PC に入りません。で、そんな中で、ネクストレジさんね、このね、ちゃんとカードリーダーをね、用意してくれていますと。で、このね、カードリーダーがすごくいいんですよね。これにね、CF のタイプ B をね、差し込んで、で、USB-C でね、ちゃんとね、接続をして転送するんですけど、これね、ちゃんと作りもめちゃくちゃ良くて、すごいね、高速転送ができますので、これもね、一緒に買っていただくとすごくいいと思うんですけど、このね、セットはね、もうマジ革命というか、もういっちゃん早く、よかったらね、そちらも検討していただけると嬉しいです。はい、というわけで最後、マイクロ SD カードですね。一旦ね、基本的にお勧めできるマイクロ SD カードはこれですね。もう基本は一旦これでね、問題ないんじゃないかなというふうに思っております。マイクロ SD を使う場面ってアクションカメラであったりとか、それこそ Osmo Pocket 3とか、結構やっぱ長回しが多いと思うんですよ。ずっと撮っておくみたいなことが多かったりすると思うんで、どちらかというと速さっていうところよりも、容量の方がね、マイクロ SD って大事だったりすると思いますので、僕は一旦これがお勧めなんじゃないかなというふうに思っています。で、どうしても速度を求める方、もう 4K120 フレームでバンバン撮ったりしますよっていう方には、このね V60 のプログレードさんのねこのマイクロ SD がおすすめかなというふうには思いますね。ただ値段がね結構いい感じになってきておりますので、だったらねそんなね超負荷のかかるね撮影をしないのであれば、僕はネクストレジさんのね大容量なものを買っておいて、もう気軽にね、あんまりストレスなくね撮るっていうのもね、いいんじゃないかなというふうに思ったりしております。はい。で最後にですねおすすめのカードリーダーだけね紹介させてください。
なぜカードリーダーを紹介するかというと、パソコンの転送速度っていうのも SD のスロットによって変わってくるんですよ。MacBook Pro とかいろんな Windows PC に SD スロット入ってたりすると思うんですけど、そもそもあの速度が対応してないと意味ないとかもあったりするんで、ちゃんとね、速度が速いね、状態のもので転送できるおすすめのカードリーダーを最後紹介します。まず1つ目が SD カードとマイクロ SD を転送することができる、このプログレードデジタルさんのこのカードスロットですね。これはダブルで僕もね、実際に使ってるんですけど、マイクロ SD と SD カードをね、両方とも Type-C で転送できるカードになっています。まあ一旦ね、とりあえず持っておくならこれがいいかな。で、あとはね、先ほど紹介した NEXTRAGE さんの Type-B のカードリーダーという風になっていますね。もうこれが一旦ね、Type-B を使う方は一旦これがいいんじゃないかなと思っています。で、最後 Type-A のね、カードリーダーに関しては、まあ一旦お勧めできるのが多分これですね。僕ごめんなさい、これ使ってないんですけれども、まあプログレードさんなんで問題ないと思います。で、僕が使ってるのはこれですね。Amazon で買った、すごい安かったんですけど、問題なく使えていますし、速度もね、かなり速いです。まあ、僕まだ数ヶ月しか使えてないんだけど、今のところ問題なく使えてますので、一応お勧めはさせてください。はい、といった形になります。皆さんいかがだったでしょうか。今回の動画かなり長くなってしまったと思うんですけれども、今回ね、めちゃくちゃ大事なね、ことを解説させていただきましたので、よかったらぜひね、この動画何回でも見返せるように、ぜひね、グッドボタンで保存しておいていただければなというふうに思います。で、僕はね、もう毎日ね、何ギガ、何十ギガ、何百ギガっていうね、動画を撮影してるんですけど、YouTuber やってるんでね、やってるんですけれども、そのね、データ管理、そもそもどうやってるのっていうようなね、ことが疑問に思った方は、ぜひこの動画を見ていってください。僕がね、普段やってるデータ管理術でやってるとか、写真はね、どのようにね、友達に共有してるのかとか、どのようにね、過去の動画を保存してるのか、全部ここでね、解説してるので、よかったらね、こちらもね、合わせて見てもらえたらなというふうに思っております。そして、このチャンネルもね、皆さん、チャンネル登録欄見てください。10万人超えました。ありがとうございます。はい。10万人っていうね、もう莫大なね、視聴者さんがね、見てくださっていて、まあ、いつも以上にね、ちょっと気合が入ってね、この動画もめちゃくちゃ長くなってると思うんですけれども、まあ、そんな感じでね、今後もね、まあ、皆さんのね、役に立てるような動画をね、たくさんね、生産していきたいなというふうに思っていますので、まあ、ちょっと応援というか、まあ、この動画がね、良かったという方は、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録でね、支援していただければなというふうに思っております。そして、今回ね、サポートいただきました、NEXTRAGE さんのね、商品、すべて概要欄にリンク貼っておりますので、よかったらぜひね、チェックしてもらえたらなというふうに思っております。まあ、安心安全の国内メーカー、そしてソニーから独立したね、開発陣によるね、メーカーさんというね、めちゃくちゃ安心感のあるね、企業さんになっていますので、まあ、僕もね、本当に毎日愛用させていただいておりますので、ぜひよかったらこちらもチェックしていただければなというふうに思っております。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。